らっしゃい。あ。学生服のお客さんにはお売りできませんよ。何屋さんだと思ってたの？羽田くんって思考障害の毛があるの？いい病院紹介しようか。そうだ、テストどうだった？院長。ちょっと。大丈夫。突き破ってくるなぁと思って。だって私今ここにこう見えなかった？壁。いいか、別に。
ね、羽田くんの質問に答えてもいいんだけど、面白くない割に長くなるよ。先入観あると思うから、話すからには一言で片付けたくないし。それでも聞いてくれるなら、はぐらかさないで今度はちゃんと答えるけど。やだ。軽々しく喧伝するようなことでもないし、それに挨拶程度の気遣いには挨拶程度の対応をしてあげるのが相手のためでもあるでしょ。なんで、メカニズムとしては、羽田くん、自律神経って知ってる？じゃあ大雑把に言うけど、自律神経には交感神経っていうのと副交感神経っていうのがあるのね。普段はだいたいこの2つが平行を保ってると思って。例えば大事な試験とか試合の前ってドキドキしたりそわそわしたりガチガチになったりするでしょ。あれは交感神経が優位に立ってる状態。狩猟時代の名残なのかな。心拍数上げたり筋肉硬くしたりして戦いに備えるんだよね。適度の緊張は意欲を上げるし、体の動きも良くなるでしょ。あとアドレナリンが分泌されるから痛みにも強くなるらしいよ。で逆にお風呂とかご飯の後なんかはまったりっとしてうとうとしてくるよね。あれは副交感神経が優位に立ってる状態。血行を良くしたり筋肉をリラックスさせたりして体から怪我とか疲れを取り除こうっていう状態ね。例えば体調を崩すとだるくて気力がなくなるのは体が癒しを求めて副交感神経を優位にしてるからなの。そうだね。普通の人間の体ってそこのところの均衡がうまく調整されるようになってて、普段はこうバランスよく中立あたりを保ちつつね、必要に応じてシャッキリさせたりまったりさせたりって。で話は戻るんだけど、私今厄介な病気のせいでそのバランス機能に異常をきたしてて、肉眼じゃ見えないと思うよ、神経は。天秤が故障してるってことかな。針があんまり平行に戻ってくれなくて副交感神経に偏りがちなの。
ないものじゃないよ。もっとね、体がツーンと重くて頭がもやっと曇ってて、思うように動けないっていうか、動かせるような気がしないっていうか、なんだろう、自分が自分じゃない感じっていうのかな。悪感とか倦怠感っていうのとは微妙に違う感覚なんだ。なんだろう、例えば自分の失敗で誰か他の人に迷惑をかけちゃったと思って。間違った英文訳を教えたせいで隣の席の子に恥をかかせちゃったとか、バイト先で大きいミスをしてみんなを残業に巻き込んじゃったとか、そういう経験ない？そういう時って何とも言えない嫌な気分になるでしょ。ホームで帰りの電車を待ってても、家で布団をかぶってても、あーってため息ばっかり出てきて、なんであんなことしちゃったんだろう、なんて役に立たないやつなんだろうって、どんどん暗い気分になってって、もう自分に向かって消えろよ無能とか思うでしょ。本当？思うよね。例えるなら、そういうどんよりした最低の気分がわけもなくずっと続いてる感じかな。故障って言っても完全に止まっちゃったわけじゃなくて、一応偏ってる範囲内でのアップダウンはあるんだけど、でも困ったことにこれがまた時と場合を選んでくれなくて、だから今日も朝出かけに大きい波が来ちゃって、ダウンのちょっと外に出られる状態じゃなかった。今は割と上がってる方だから普通に話せてる。私今普通に話せてるよね。まあまあいろいろ。ちょっと。おしまい。おしまい。踏み込んでくる
喋りすぎてごめん。今言ったの全部忘れて。変な目で見られたくないから。みんな最初はそう言う。そうそう、そういうの。それも言うな。もういいよ、黙れよほんと。なんてね、びっくりした？嫌だな。やっぱり普通に話せなかった。振られるわけだよね。ごめん、私薬飲んでくる。じゃあね。この話あんまり広めないでもらえると助かる。ほら、なんか嘘っぽいしキモいでしょ。ごめん、ありがとう。わかんない。明日になってみないと。